皆さんこんにちは。今回の動画は年度末ということで、決算にまつわる話、以前の動画で新しいシリーズとして分析を深めたいと申し上げていたものですね。東洋経済が発行する指揮法、本でご覧になっている方も多くいらっしゃるかと思いますが、当チャンネルではデータベースをもとに四半期一度ではなく随時更新されるものを用いて分析をご紹介したいと思います。まだこちらのシリーズ始まってすぐなので、手始めに触ってみた分析で見つかった闇というのを今回はご紹介したいと思います。それを踏まえてですね、今回の分析で長期投資という目線で銘柄を発掘する際にどのような指揮法のデータの見方をすればいいかというのをご一緒に考えていただければと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。東洋経済の指揮法データを手始めに分析するということで、今回行った分析どのようなものか簡単にご紹介しますと、四半期ごとに行われる決算、日本の企業はほとんど8割以上が3月決算ですので、ご覧いただいている左端が4月、右端が3月に当たる1年間となります。そして直近発行された本の指揮法というのはこちら。タイミングとしては3月の中旬に発行されますね。その後3ヶ月おきに出てくるわけですけれども、次の6月中旬のものというのは3月決算の企業の6割程度がデータとして収録されているもの。そのような感じで若干のズレを伴いながら春、夏、秋、冬とそれぞれ発行されているわけですね。ですのでデータの変更があるたびに3ヶ月おきに確認できるわけですが、東洋経済の指揮法データベースにおいては随時変更が毎日日時で更新されています。その点を踏まえると利便性としてはデータベース使った方がいいのかなと思うんですけれども、本には本の良さというのもありまして、例えばですけれども、ニコちゃんマークで表した業績予想ですね。こういうニコちゃんマークはデータベース上には収録されていません。ただマークはなくてもそれぞれの企業の業績予想、東洋経済の調査によるものというのはデータベースに収録されている。これがこのデータベース上でのコンセンサスとして扱える予想の数値ですね。まず一つ目としてこのコンセンサスのデータを用います。一方で上場企業すべてとは申し上げませんが、多くの企業で期初において今期どれぐらいの数字が出せますよと予想を発表している企業が大企業を中心にたくさんあります。その中でも2種類の企業がありまして、うちは今全然絶好調やから今期もバンバン高い水準で売り上げ出せますせと非常に強気な予想をする企業もあれば、いやーぼちぼちでんなー、マイキーヒーヒー言うてますわというように保守的な予想を出す企業もあります。二つ目に使うデータというのはこれら会社予想の数値ですね。例えば強気な企業が120億円の売り上げを出せると予想して、一方で保守的な企業は80億円と予想したときに、両社とも実績値、結果としては100億円の売り上げが出たとします。この時それぞれの会社の株価はどのように動くか、120億円と予想していたのに100億円しか売り上げが達成できなかったんであれば、株価は下がるんではないか。逆に80億円と言っていたのであれば、予想以上20億円も上回っているんだから株価は上がるんではないかと。一見そのように思えますけれども、皆さんもご存知の通り、市場予想、つまりコンセンサスというのがあって、例えば本当にコンセンサスでも120億円と数字が予想されていれば株価はマイナス方向に作用しますし、会社予想とは違ってコンセンサスが100億円と事前に織り込まれていれば、その通りの実績値が出てきているだけですので、株価に影響は出ないと。そういった前提のもと、今回はコンセンサスと会社予想、そして最後達成されている数字、実績値というのを比べてみたときにどのような関係性があるかというのを分析したわけです。具体的に用いているデータとしては、現在時価総額が上位から500位までの大企業をもとに2014年以降の2月もしくは3月決算の企業を対象として10年間データ各企業で平均することで、会社予想あるいはコンセンサスの予想というのが実績値に対してどれくらい信憑性があるのかというのを進捗率四半期ごとに見ていくことで、強気な企業なのかあるいは保守的な予想をする企業なのか、そして株価に悪影響を及ぼし得るような予想を出していないかというのを見ていきたいと思います。今回用いるデータはまず売上高を中心にどれくらい四半期で進捗していくのか、過去10年の平均を取りました。
例えば時価総額上位の銘柄ご覧いただきますと、10銘柄並べていますけれども、こちらの四半期ごとの進捗率は売上高の会社予想に対する進捗率です。期初に出している会社予想の数字に対して実績値というのが過去10年間どれくらい対応しているか、100% に近づくにつれてだんだん赤い色が濃くなっていくシグナルですけれども、一番右側の年度通期において 100%、つまり期初の会社予想を上回っている企業というのがほとんどですね。つまり日本の大企業というのは売上高について保守的に出す企業というのが傾向としては目立つというわけです。それぞれの企業においてどの四半期に最も売上が上がるかというのは特徴としてそれぞれ分かれていまして、例えば第一四半期のところで最も進捗率が高いのは2番目のソニーグループ。唯一 30% を超える進捗率が平均として上がっていますけれども、つまり過去10年平均で第一四半期は 30% ぐらいの進捗。もし今後ですね、第一四半期の決算で 20% そこそこという数字が出たときは、相対的には普通の水準かもしれませんが、過去のソニーの中では低めに出ているというふうに捉えた方がいいと。そんな見方ができるわけですね。逆に下から4番目、任天堂についてはリストの中で最も低い 18%。ですので、例えば第一四半期 20% を超えるような進捗であれば、例年以上に順調だと見ることができます。過去10年平均で 18% 程度の進捗であっても、第2四半期 40%、第3四半期には一気に 90% 弱まで進んで、最後には 110% と、通期ではむしろリストの中で最も高い売上高の達成度合いとなっているわけですね。ですので、任天堂がご覧の中では過去10年平均すると、最も保守的な予想を出す企業と言えます。一方で下から2番目のこちらの銘柄、伊藤忠商事は唯一リストの中で達成率 100% に届かない会社予想を出してくる。つまり、期初に大げさな数字を出して、結局は達成できないというのが過去10年の傾向ですね。金金当チャンネルではこちらの銘柄をクソ銘柄の代表と言っていますけれども、まさかこのようなリストの中でもこういった特徴的な数字が出てくるとは思いませんでしたが、やはりどうしても世間をバカにした体質というのがデータ上に出てきてしまうようです。今ご覧いただいたデータ、時価総額上位500位で同じようにずらっと並べたときに、それぞれの業種で会社予想に対する進捗率というのと、コンセンサス予想の対比で平均を取ったときにどのような進捗率になっているかご覧いただきますと、まず会社予想に対する売上高というのは、工業、海運、電力、ガスといった企業がかなり保守的な傾向がある。予想として控えめの数字を出して実績値は高い。そういった傾向の業種ですね。一方で対コンセンサスを10年間平均で取りますと、業種平均では倉庫、水産、電力、ガスといったところがほぼ市場予想通りの実績値ということで、それ以外の業種においてはコンセンサス予想が高い期待をしすぎている。実績値としての売上高が期待に届かないと。これは過去10年間平均を取ると、2000年から2002年頃までのコロナの影響でかなり売上高の数字が荒れたところが入っていますので、市場予想としてはそのあたりをだいぶ楽観視した影響があるかと思われます。そのあたりの影響というのは進捗率の達成比率が低い業種、例えば空運や陸運あるいは石油といった業種、これをご覧いただくとわかりやすいかと思います。そして全体平均を取ると会社予想に対してはだいたい 101% の達成、つまり実績値が予想よりも 1% 上回る傾向にあるということですが、一方でコンセンサス予想だと 98.2% の実績値ですので、市場予想は少し高い期待をしがちということですね。上位銘柄と業種ごとの雑感ご覧いただいたところで、今度はデータの良し悪しで並べ替えを行いたいと思います。まずこちらご覧いただいているのは、会社予想に対する売上高の進捗率で、通期において過去10年間最も高い進捗率を達成している5銘柄と、最も低い進捗率となっている5銘柄。これをそれぞれ並べています。そうすると、ローツやアドバンテスト、竹内製作所といったところは、会社予想に対して 10% から 20% 程度の実績値の上回りというのがあるわけですけれども、逆に下位の方ですと、シャープやトヨタ通商というのは過去10年間で9割にも届かないような実績値になっていると
いうわけですね。ただ冒頭で申し上げた通り、会社予想に対しての実績値がどのように出てくるかということと、市場予想でどれぐらいの実績値が出てくるかという数字、それぞれが違っていれば、つまり会社予想の水準とコンセンサスの水準で実績値がコンセンサス通りであれば株価には影響しない。ですので、これらの銘柄の今度コンセンサスに対する進捗率というのをご覧いただきますと、同じ銘柄リストですけれどもご覧のように数字が変わるわけですね。一番右側通期の数字ご覧いただきますと、元々のリストでは会社予想に対して 10% 以上の実績値上回りが見られた上位5銘柄ですが、コンセンサス対比だとご覧のように 100% 前後の水準に修正されているわけですね。つまりこれらの銘柄というのは会社予想が保守的な数字を出してくるということをすでにマーケットでも織り込まれているということです。例えば80億円の売上だとあんまり儲からへんなと予想されていても、いやいやおべんちゃら言っちゃあきまへん。ほんまは100億円出せるでしょとマーケットは分かっているような銘柄たちですね。一方で下位の5銘柄、こちらご覧いただきますと、もともと会社予想に対して9割前後の実績値を出す銘柄たち、これをコンセンサス対比に直してもほとんど変わらないんですね。唯一変わっているのは一番下のトヨタ通商だけ。ということはトヨタ通商を除く下位の銘柄というのは会社予想とコンセンサスの数字がほとんど変わらないということです。そのほとんど変わらない予想に対し9割の実績値しか出せないということなので、これはもう織り込まれてないような銘柄たちになってきます。じゃあトヨタ通商は何なのかと言いますと、うちはこんだけ今期数字出せますせとすごく大きく見せてくるわけですが、マーケットはいやいやそんなに出ないでしょと、もうちょっと控えめな目標にしときましょうよというふうに思われている、そんな企業ですね。これはこれである意味織り込み済み、上位の銘柄とは逆の意味での織り込みになってきます。ですので最初のイラストで申し上げますと、上位の銘柄というのが保守的に予想する銘柄、下位の銘柄というのは機種の予想が過大な傾向にある大きめに数字を出してくるような銘柄です。そして上位の銘柄というのはコンセンサス東洋経済の調査によるデータについても保守的であることが織り込み済みな傾向が強いわけですけれども、下位の銘柄においてはトヨタ通商のように会社予想よりも下のコンセンサスの数字が出ている、そのような銘柄においてはちゃんと織り込まれているので、業績が会社予想よりも伸び悩んで下方修正されても株価に悪いインパクトが出ないわけですけれども、それ以外の4銘柄のように水準感が変わらないものというのは下方修正された時に織り込まれていない分株価にインパクトが出る。つまり我々指揮法の読者にとっては本当は過大な目標を立てているような企業の実際の予想、トヨタ通商のようにコンセンサスの方で織り込んでほしいような調査データというのがあまり出てないわけですね。基礎において指揮法を見たときに会社予想とコンセンサスの関係性というのは3つあるわけですね。コンセンサスが会社予想よりも上になっている、つまり上位のような銘柄の場合、そしてコンセンサスと会社予想が一致している、つまり進捗率を取った時に水準感が変わらないような銘柄たち、そして最後にコンセンサスが会社予想を下回っている銘柄、トヨタ通商のようなものですね。この3パターンで一番困るのは会社予想とコンセンサスがほぼ同じ水準感でありながら実績値を到達できない傾向にある銘柄たちというわけです。それならむしろトヨタ通商のようにちゃんと織り込んどいてくれている方が進捗達成できなくても株価に対してはまだマシということになります。実際それぞれの5銘柄ずつ株価の推移をご覧いただきますと、まず上位の方はこちら。指揮法のデータは過去10年間取っていますけれども、こちら Google の株価グラフだと10年という刻みがないので5年間でご覧いただいています。2銘柄突出しすぎていて3銘柄あまり伸びていないように見えますが、メモリご覧いただきますと 1000%、つまり10倍という基準感でのグラフになっていますので、下の表での騰落率ご覧いただいた方が分かりやすいかと思います。一方で先ほどの進捗下位の5銘柄ご覧いただきますと、こちらご覧のグラフはメモリが 200% となっているので、左のメモリの6分の1のスケール感です。ご覧いただいて一目瞭然かと思いますが、保守的な予想を出して進捗達成しているような銘柄の方が株価は断然と伸びが高くて、過大な目標を立てて進捗達成できない銘柄、
その中でも唯一トヨタ通商はマーケットに織り込まれているという点も踏まえて、株価に対するインパクトはかなり上の方に出ていますけれども、それ以外の4銘柄に関しては伸び悩んでいるというような推移がご理解いただけるかと思います。左側一番低い数字でバンダイナムコの 67%、それ以外に関しては2倍以上の株価になっています。一方で右側はトヨタ通商以外の銘柄というのは3銘柄が5年間でマイナス。真ん中西武ホールディングスに関してもプラス 30% ではありますが、プラスに転換したのは昨年末ということで、5年間のほとんどがマイナス圏での推移となっています。結局は保守的な予想を出して進捗をちゃんと達成するような銘柄、コンセンサス予想で織り込まれていても情報修正を行う余地のある銘柄の方が株価としては上がりやすい。一方で基礎の目標が過大な水準になっている銘柄というのはなかなか伸び悩む傾向にあり、さらにコンセンサス予想が会社予想に一致している水準感の場合はより注意を払った方がいいということになります。そしてそのような予想を出している大げさな銘柄を見抜けない東洋経済の調査員たちは会社予想と同じような水準をノーノーと出してこういった銘柄をつかまされる個人投資家をニコちゃんマークのようにあざけ笑っているのかもしれません。さてここまでで一つ目のテーマ、指揮法データにおける闇というのをご覧いただきましたけれども、ではどのように指揮法データを見ていけばいいのか、長期投資においてポジティブな判断をしやすい銘柄というのはどういった特徴があるのかというのを考えたいと思います。それはもうお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、もう鼻からですね、売上高のコンセンサスに対する進捗率で通期において大きな数字を出している銘柄、つまり会社予想に対してコンセンサスがうんぬん、実績がうんぬんではなく、そもそも市場予想よりもそれを上回る実績を出せる銘柄というのがどんなのかというのを順番に並べれば良いわけですね。そうするとなかなかコンセンサス予想以上の水準を出している銘柄というのは 2% から 3% 上回るというのでかなり上位に入ってきます。一方で下位の銘柄に関しては先ほどもご覧いただいた銘柄いくつか散見されますけれども、マーケットの期待値を 10% 程度下回るような銘柄たちというのが多いですね。それぞれの株価をご覧いただいても、当然コンセンサス予想を上回る実績値を出している銘柄というのはかなり株価の伸び率も高くて、それを下回る傾向にある5銘柄というのは伸び悩む傾向にありますね。ただ基礎においてコンセンサスを上回るのか、あるいはかなり下回ってしまうのかというのは、当然その段階ではわかりません。あくまでご覧いただいているリストというのは過去の傾向にしか過ぎません。これから年度が変わって新しい決算期に変わりますけれども、やはり基礎においてそれぞれの銘柄、長期投資に値するかの判断をするには、コンセンサス予想と会社予想の関係性というのが前半でご覧いただいたように重要になってくるわけです。ということで当シリーズでは今後その関係性というのをより深めて分析していきたいわけですが、例えば一例をご覧いただきますと、こちらはトヨタ自動車のコンセンサス対会社予想。オレンジの方がコンセンサスで、青の方が会社予想ですね。指揮法の本だと四半期一度ですけれども、データベース上は結構都度ですね、コンセンサス予想が更新されていて、会社予想の方はそんな頻繁にコロコロ変わりませんけれども、直近のところご覧いただいても、通期でも青のラインというのは基本的にコンセンサスよりも下のところに来ているのがお分かりいただけると思います。これが保守的な予想をしている銘柄の代表例ですね。一方で例えば東京エレクトロンですけれども、こちらに関してはほぼ青線が出ている部分というのはコンセンサスと同じ水準というのが非常に強いです。これでもこちらの銘柄は進捗率を大きく下回らないので、コンセンサスイコール会社予想になっていても特段株価に悪影響は出ない。進捗率が達成できないのに会社予想が大げさになっていて、コンセンサスがそれ通りの水準になっている銘柄というのが危ないわけです。その他の業種で大きな銘柄、例えば任天堂をご覧いただきますと、こちらもですね、トヨタ自動車と同じように青のライン、会社予想というのがコンセンサスのオレンジよりも基本的には下のところ、つまり保守的な予想を出す傾向が見て取れるというような銘柄ですね。ということで年度末ですので、こちらは決算データ、東洋経済の指揮法データを使った銘柄分析というのを今回は一歩進めることにしました。よく証券会社のサイトやネット上でも進捗率を表すデータというのをご覧になっている方もいらっしゃるかと思います。実際私も証券会社のサイトで進捗率を見たりしていましたけれども、結局その多くは各銘柄を
選んだ時にその銘柄について見ることしかできない。なかなか横比較できるようなデータの形というのはサイト上では扱えないわけですね。ですので先ほどからご覧いただいているようなリストのように四半期ごとにシグナル、信号のようにですね、色の濃淡でどれくらいの進捗になっているかというのを表現できるような分析というのを今頭の中では進めようと思っていますので、年度は変わりますけれども結局今期の期初において予想の数字を見れるのは4月後半5月から始まる決算の繁忙期になってきますので、そのあたりに向けてさらに分析進めて4月からの決算期、来期に使えるような形にしたいと思います。こちらのシリーズを今回関心を持っていただいた方、今後の展開も興味があるという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録していただいて、動画をお待ちいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。